名前は言えませんね。なんか言いづらくないよね。I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on. こんにちは、えりこです。2024年もあと本当にもう少しで終わってしまうっていうことで、この前 YouTube 登録者数1万人を記念して Q&A コーナーやってみますっていうことでインスタで質問を募集させていただいたんですけれども、たくさん質問いただき本当にありがとうございました。100件以上質問を送っていただいて、今回はその送っていただいた質問を答えられる限り答えていこうかなと思ってこの動画を撮っています。こんな感じでゆるっと硬いですね、とっても。はい、で緊張する？緊張しますか？緊張しますねお隣に彼もいまして、質問とかを読み上げてもらいながら一緒に進めていこうかなと思います。ちなみに Q&A コーナーのお供はウッドベリーコーヒーっていうカフェで午前中買ってきたこのコーヒーとブラウニーです。で、あとあれだ、お香をつけます。あ、そういうこと？このお香はオーストラリアマホのジプシーウッドっていうウッディな香りのお香です。いい香りするね。なんか炊いてないのにすごい香りするわ。するよね。ね、ダメだった。ね、下手くそ。これちょっと。はい、お待たせしました。はい。はい、ではやっていこうと思います。はい。で、僕が Q&A 読み上げていくんですけども、本当にさっきも言った通り、100個以上質問が集まりました。で、100個、答えていくと、かなりの量になってしまうので、ある程度似たような質問はちょっとまとめさせていただきながら、質問していきたいと思います。はい、お願いします。で、本当にいろんなジャンルの質問が来てるんですが、まずはちょっとお仕事のことから。お仕事のことから。はい。はい。いいですか？はい。はい。お仕事は何をされてるんですか？お仕事はフリーランスでウェブのマーケティングとウェブのデザインをやってます。で、最近はこの YouTube だったりとか Instagram がお仕事につながり始めたっていう。今はだから YouTube の SNS のお仕事とサウナのお仕事か。サウナのお仕事、そうだね。デザイナーのお仕事か。で、マーケティングとデザインのお仕事をしてて、そのサウナにも関わっているっていう感じかな。なるほどなるほど。はい。そのお仕事に関連して、はい、どんな風に今のサウナのお仕事につなげられたのかっていうのを聞いてみたいですと。そういう質問も来てます。サウナのお仕事、今サウナのお仕事をやっているのはきっかけとしてはもう友達がその会社をやっていて、そのつながりで入ることになったっていう感じかな。で、サウナはもともと好きではあったけど、今ほど頻繁に入るっていうほど好きではなくて、どちらかというと私の場合はその会社に関わるようになってからよりサウナが大好きになったっていう感じですね。なんか日本だと、こう女性は入れないサウナとか多いよね。多いね。男性しかないとか。サウナ好きの人でこのサウナおすすめだよっていう風に男の子から教えてもらうと、だいたい
男性専用のサウナでしたっていうことがもうたくさんあって悲しい。ちょっと寂しいね。はい、で結構ね、そうインスタでもサウナの仕事興味あるので私もそういう関わる仕事を探してみようと思いますっていう風に、なんかサウナの仕事してるっていう風に発信したらたくさん DM もらったりしてて、結構やっぱサウナに関わりたいっていう人が一定数いるのかもしれない。最近増えたのかもしれないね。サウナ流行ってるしね。なるほど。はい、そんな感じです。はい。じゃあお次、はい、今の仕事になるまでどんな仕事をしていましたか？新卒からじゃない、そしたら新卒どういう会社に勤めたかとか。新卒の時はウェブの広告代理店で営業をしていて、その後そこの会社でお客さんに対してウェブの広告、なんかリスティング広告とか、なんかウェブ制作とかピンとくる人いるかわかんないけど、そういうのをコンサルティングしながら、営業するみたいな、そういう仕事を2年半ぐらいやってました。でそこから転職して去年ぐらいまでかな、5、6年ぐらいは留学会社でマーケティング部署に所属して、最初マーケティングの立ち上げみたいなのをやってて、数年一人で働いてて、どんどんチームが増えてって、5、6人ぐらいのチームで最終働いてたかなと思います。去年オーストラリアに1年移住生活をすることになったタイミングでフリーランスで働き始めて、今もそのまま働いてるっていう感じです。なるほど、素晴らしい。はい、ちなみにそのさ、これは質問になかった僕からの質問だけど、デザインもやってるじゃん、そのデザインはどうやって学んだとかあるの？デザインはハイブリッドみたいな感じで、最初スクールに行って、そこから独学で仕事をしながら学んだっていう感じです。結構じゃあフリーランスみたいな感じで仕事もちょいちょい受けたって感じなんだ。そんなには受けてないかな。そうなんだ。その前いた会社、留学の会社がそのさっき言った通り一人でやってたって言ったじゃん。そのベンチャー企業だったから、自分ができるところは自分でやる、できるみたいな感じで結構柔軟にできたので、デザインをやるっていう担当ではなかったんだけど、やっぱりそのマーケティングしていく中でバナーを作るとかサイトを作るとかあったから、サイトのワイヤーを自分で作れるようになったりとか、バナーを本当はデザイナーさんにお願いするところの一部を自分でもうやって、そういうふうに自分でできるところをその会社で仕事にしてったっていう感じかもしれない。なるほどね、じゃあデザインとマーケがメインっていう感じだね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、では次、大まかなジャンルで言うと、SNS 作ることとかその辺のジャンルの質問がとても多かったので、質問していきます。なんでそんなセンスいいのですか？ありがとうございますそう、めっちゃセンスいいって言ってもらえることが多くてとっても嬉しいですけど、僕もセンスいいと思います。エリコちゃん、ありがとうございます嬉しい。センスか。でももしかしたらそのやってたデザインのところから来てるとかあるかもね。そうだね。センスいいって言われるんだけど、私もともとすごくセンスが最初から良かったっていうわけじゃないと思ってて、美術とかも、その美術の授業とかも私5教科とかある中で一番苦手教科だったのね。絵描くの苦手で、そうだからデザインも最初はできないと思ってて、なんか縁がないと思ってました。でもなんかあることをきっかけにっていうか、そのデザインをいろいろ知るタイミングがあって、デザインってセンスだけじゃなくてできるんだっていうのを知って、そこからハマってったって感じなんだよね。センスなんでいいんですかっていう人におすすめっていうか、センスを磨きたいみたいな人がもしいたらおすすめなのが、水野学さんっていう方のセンスは知識から始まるっていう本をぜひおすすめしたいです。概要欄に貼っておきます。私のバイブルみたいな感じになってるかも。その本簡単に話すと、センスがいい人って最初からいいわけじゃなくて、いろいろインプットをした結果、それが最終的にアウトプットとしてセンスにつながってるみたいな話なので、別に誰でも最初からセンスがいいわけじゃなくて、ちゃんとしたプロセスを踏めばみんなセンスが良くなれるみたいな話なので、それをぜひ見てみてください。はい、じゃあ次、YouTube を始めようと思ったきっかけは何ですか？なんで始めたか、もともとやってみたいなって思ってたからっ
っていう感じなんだけど、そのマーケティングで会社の SNS を運用するみたいなのはずっとやってました。 YouTube とかインスタを企業の SNS 運用するみたいなのやってて、でいつか自分でSNS とかもできるようになったら可能性が広がるかなっていうふうには思ってて、とはいえ正社員で働いてたのでなかなか時間取れなくてできてなくて、でそのオーストラリアに行くっていう風になったので、オーストラリアのことを発信するのも楽しそうだし、あとは時間が今よりも取れるなっていう風に思ったのでやりたいって思ってて、で時間もあるってなったらこのタイミングでやらなかったらきっと一生やらないなって思って、オーストラリアに行くタイミングで思い切って始めてみました。で YouTube はそう今インスタグラムメインでやってたけど、最近 YouTube を頑張っていて、やっぱり YouTube の方がインスタグラムよりも長く動画を作れるので、その分こう伝えたいことだったりとか、行ったところの場所、あとはお気に入りのものとかももっと深く紹介できるのが YouTube のいいところだなと思ったので、インスタよりも今ちょっと YouTube にシフトして動画を作っているところっていう感じです。はい、じゃあここからはサクッとちょっと答えられそうな質問、動画編集とか、SNS について質問があるので、その辺をちょっと質問していきます。はい。で、まず使ってる機材と編集アプリ知りたいです。使ってる機材はソニーの α7C2 っていうカメラを使ってて、編集はファイナルカットプロを使って編集してます。アップル専用のアプリケーションね、編集ソフトだね。そうです。次、写真や動画データの管理はどうしていますか？写真動画データの管理は、SSD っていう SSD ってわかるかな？わかるんじゃない？SSD を使って動画は管理してます。なんか転送速度の速いハードディスクみたいな感じだね。そうだね。動画はハードディスクとかクラウドとかに入れちゃうと編集の時にダウンロードに時間がかかったりするので SSD を使ってて、写真とかは iCloud とかそういうクラウド系、 Google フォトとかそういうクラウド系で管理してたりします。動画の音楽はどうやって選んでいますか？動画の音楽はなんていうんだろう、音楽のサブスクリプションサービスみたいなもので違う？いやエピデミックサウンドっていうサービスとアートリストっていうサービス、この2つを使って音楽見つけてます。有料だよね。有料。全然有料です。はい。動画投稿を続けられるモチベーションを教えてください。モチベーション。楽しいから。いいですね。あと旅 Vlog とかお出かけ Vlog とかはやっぱり自分の思い出になるから、それだけで後から見返すだけで作ってよかったなって毎回思えるので、楽しいからかな。だね。いいこと。あとはみんなからのコメントをもらうたびにモチベーションは上がっていくばかりです。動画と写真の色味、撮り方のセンスが大好きです。秘訣を教えてください。はい、僕です。そうだね。動画の色味に関しては圭佑くんのおかげみたいな感じではあって、こんな色味にしたいなっていうのをイメージして、で圭佑くんとこう調整したりしてね、色味は助けてもらってます。撮り方についてはなんだろうな、こうしてるよみたいなのをいくつか言うと、前ボケを入れるとか、前ボケを入れる、なるべく望遠で撮る、 iPhone で撮る時とかも1倍で撮るっていうよりは、広い景色とかだったらなるべく3倍とかにして撮るとちょっと雰囲気の出る写真になる気がする。と構図に気をつけるかな。いろいろ言おうと思えばあるけど。はい、ありがとうございます。だいたい SNS とか、写真動画の関連の質問はこんな感じで、次インテリアの質問です。お部屋の空間作りとかで大切にしていることがあれば教えてください。何かある気がするな。お部屋作りで大事にしていることは統一感を持たせることです。このお部屋の場合で言うと、最初にキーカラーをまず決めました。テラコッタ色が結構好きなので、テラコッタ色をキーカラーにしてお部屋まとめようと思って、大きな家具はグレー、白、黒とか無彩色の色でまとめて、でポイントでテラコッタが入るように各
リビング、ダイニング、小上がりスペースに点在させるような感じでキーカラーを配置したりとかしてみてます。なんか差し色みたいな感じで使ってるね。そうだね、差し色で使ってるね。なんかその方が各エリアが孤立せずにこう一体感を持たせた部屋みたいな感じで作れるので、それを意識してお部屋作りしてます。次、お家の中で一番大切なお気に入りのものって何ですか？マレンコソファーかな。マレンコソファー、いいね。なんでお気に入りなの？一生ものだねって言って買ったからかな。あとはやっぱりこのマレンコソファーを中心にいろいろ家具も選ぶようにしてて、やっぱ一番このお部屋の中で主役がやっぱマレンコソファーかなと思うのでお気に入りです。最近のおすすめルームフレグランス知りたいです。ルームフレグランス、これかな。やっぱり最近いいね。最近って言われたらじゃじゃん、ボヌーク。これは YouTube をやられてるニコさんがブランドオーナーをしているブランドのルームフレグランスです。この前ポップアップストアがあって、その時に香りを試して、でこのフォレストっていう香りにしました。3種類ぐらい香りがあるんだよね。ホワイトティーとフォレストとカシスみたいな香りがあって、その中で一番好きだったんだよね。そうです。ちょうど今2週間3週間ぐらい使ってるんだけど、この下の階でももう入ってきた瞬間に香るぐらい結構ちゃんと香ってくれて、ですごくなんて言うんだろうな、ウッディなんだけどちょっと甘さもある上品な感じの香りで、これがすごくいい香りだなっていう風に香るたびに思ってるのでおすすめです。この木のアクセントも置いてるだけですごく可愛くて、さすがニコさんだなと思ってます。ニコさんは一応友達なんだよね。そう、お友達で嬉しい。でももう一個だけインテリアのこと、はい。好きなブランドのことをとことん調べて知っているその探求心はどこから来ているのですか？すごい質問。探求心、知るのが楽しいからかな。結構好奇心あるんだよね。みんなあるものなのかしら。好奇心からかな。でもエリコちゃんがすごくいいなと思うのは、やっぱなんか物があった時にその物がどういいかっていうだけじゃなくて、どんなストーリーとかどんな歴史があるかっていうのを結構調べるの好きじゃん。それ好き。それがいいよね。なんか僕だったら物とか調べる時に実用性を考えちゃうことがすごく多いんだけど、そうじゃなくてちゃんと歴史から学んで、こういうストーリーがあるから愛着湧くんだよねっていう風に物選びをしてるのすごくいいなと思います。ありがとうございます。インタビューか。いや、それで言うとさ、私もものづくりしたりするし、マーケティングとかやってても、やっぱりものづくりに関わるというかさ、どういう思いでこの商品を出してるかとか、どういう思いを届けたいかみたいな、そのものづくりする側の立場に立って仕事してたりもするから、そうすると他のサービスとか他のものがどんな思いでやってるかとかっていうのが一番重要だなって思うから、そこを見たくなるかな。ちょうどさ、次の質問でインテリアやファッションなど新たに物をお迎えするとき大切にしていることはありますかっていう質問来てるけど、これも同じ？大切にしていることは、自分がこのものにちゃんとときめくかみたいなのは大事にしてるかな。若い頃はセールで安いから買うとかそういうことがあったんだけど、年を重ねるにつれて今安いから買うっていうよりは長く使いたいものとか、こう自分が持っててテンションが上がるものっていうのをお家に迎えたいなっていうふうに思うので、どちらかというとこう長く愛着を持って使えるかっていうのを一番の基準にして物選びしてる気がしてます。次は暮らしのことについて質問していきます。はい。ストレス発散の方法はありますか？えりこさんは自分のご機嫌を自分で取るのが上手そうです。ありがとうございます。最近ストレス発散したなっていうのは2つあって、1つはこの前吉祥寺にお出かけしたんですけど、吉祥寺に一人でお出かけして半日ぐらいずっと雑貨屋さんとか本屋さんとかカフェをひたすら好きなところを巡ったりしたのが、すっごいストレス発散になるって思ったかな。
一人でどこかに行くっていうのが結構ストレス発散になるなって思っているのと、あともう一つは温泉かサウナですね。この前も近くの温泉に行って2、3時間ぐらいそれぞれお風呂に入ったりちょっとゆっくりしたりするだけでもう本当に気持ちよかったよね。温泉行ったのがすごくストレス発散になって定期的に行きたいなと思いました。はい、はい。どんな休日を過ごせると今日は有意義だった日だなと思いますか？いい質問。私の場合は結構ゆっくりできた日、ゆっくりしてるんだけど何かした日は有意義だったなと思うから、さっき言ったみたいに一人でお散歩したり雑貨屋さん本屋さん巡ったりした日とか、温泉入った日さっきと一緒か。でもそういう日は、終わり良ければ全てよしじゃないけどね、なんか最後に温泉入ったらいい一日だったなって思って終えられるかも。では次、えりこちゃんについての質問がたくさん来ています。えりこさんの座右の銘は？座右の銘は人生一度きり、今が一番若いはい、はい、なので後悔せずに今やりたいと思ったら今やるっていうのが大事にしてます。年齢を言い訳にせず。はい、次、好きな YouTuber さんがいたら教えてください。好きな YouTuber さん何人かいるんですが、必ず見ちゃうなっていうのはフォクスコ。意外？意外かも。意外なところ行ってみようと思ってフォクスコ？フォクスコ、テラスハウスに出てた香織さんっていう今ロンドンに留学してる方がいるんですけど、その方がイギリス留学してる間 YouTube をやってて、イラストレーターさんなんですよね。そう、イラストレーターさんで、その作品も好きでたまにカレンダー買ったりとかしてるんですけど、その人がイギリスの生活を Vlog にしてて、なんかねセンスがいい。しかも個展1月にあるよね。行きます。行きましょう。好きなスープの出汁は？ちなみに私は煮干し派面白すぎる鶏ガラスープかな好きなお洋服ブランド、よく買うお店などあったら教えてほしいです。お洋服ブランドはよく買うのはパブリック東京です。これは違うかな。この今着てるインナーとかはパブリック東京で買いました。結構質がいいんだけどリーズナブルで、デザインも他とは違うようなアクセントが効いたデザインがたくさんあるので、見るのが楽しくていつも行って買ってます。そう、僕ら2人ともパブリック東京とか、ユナイテッド東京とか、東京ベースっていうね、東京ベースっていう会社の服が好きで、東京ベースは確か原価率がね 50% とかなんだよね。で日本で作ってる。だから同じ質のブランドとかと比べると比較的安いっていうのが特徴です。はい、おすすめです。はい、質問で今流行りの、MBTI 診断、どの性格か実際の自分の性格と比べてどうでしょう？MBTI 診断は提唱者でした。提唱者ってなんて言うんだっけ？でも提唱者合ってんじゃない？だって YouTube やってるよ。俺広報家だったけど。いや、圭介くんは本当に広報家っぽい本当に広報家っぽい提唱者 INFJ、 なんかね緑色のやつ、そして合ってると思ってますね。提唱者何回やっても提唱者、私本当に提唱者の性格をちょっと話すと、提唱者は理想主義と共感力を兼ね備えた性格タイプです。自分の理想に基づいて行動し、他者を支えることに喜びを見出します。深い洞察力を持ち、表面上では見えにくい人々の感情やニーズを理解する能力にも優れています。そのため仲間や家族から心の支えとして頼りにされることが多いです。だってどう？客観的に見て。合ってると思う合ってると思うみたいです。はい。好きな俳優さんはいますか？好きな俳優さんいます。どうぞ。男性は菅田将暉さん、女性は何人かいるな。高畑充希さん、有村架純さん、杉咲花さんと石田ゆり子さん私は演技力がある人がもう大好きなので、そうどちらかというともうドラマとか映画をすごくたくさん見るので、その中で演技力がいいなって思う人が惹かれます。好きなアーティストいますか？好きなアーティストいます。
今お休みしてるけど BTS が大好きだったのと、最近はあいみょんはずっと好きでしょ。藤井風、米津玄師とかキングヌーとか、結構ホーロックだけどちょっとメジャーみたいな感じのアーティストが好きかもしれない。ミーハーミーハーかも。ミーハーかもしれない。はい、はい次。ではえりこちゃんの質問こんなところで、次旅のことについて質問が来ております。結構オーストラリアについての質問も来てるんですけど、まず国内旅行でおすすめの場所を教えてください。国内旅行でおすすめの場所は広島の尾道としまなみ海道とかの生口島、そこはすごい一回行って大好きになりました。雰囲気良かったよね。そう、まだ行ってないけど、その瀬戸内海の島が結構他にも行ってみたいなっていうところがあるので、あそこら辺、瀬戸内海沿いおすすめです。で次、海外の話、おすすめの海外ベスト3教えてください。楽しいやつだねおすすめの海外、ちょっと待って、基準むずいね。はい、パッといこベスト3はニュージーランド、ベスト2はスペイン、ベスト1はオーストラリア。フィンランドと入ってこないの。フィンランドもおすすめしたいよ。ニュージーランドはニュージーランドもおすすめしたいでスペインはバルセロナが大好きで、ちょっとまた行きたいなと思ってるんですけど、ガウディ建築、そのカラフルな建築がすごく可愛くて、スペインは結構印象深かったな。あとね、スウェーデンのウィズビュー、魔女の宅急便のモデルになったっていう島もあるんですけど、そこも忘れられないぐらい良かったから、ちょっと迷うけど決められないね、ベスト3って言われるとじゃあ次、オーストラリア関連で来てます。オーストラリアのおすすめスポットが知りたいです。オーストラリアで来てます。オーストラリアのベストスポット、おすすめスポット。オーストラリアか、メルボルンはメルボルンだとして大好きだよね置いといて、そうメルボルンは置いといて、いろんなとこ行った中でどこをおすすめしたいかっていうと、やっぱタスマニアかなと思ってて、やっぱ大自然だった。であれは日本だと絶対に見れないし、タスマニアじゃないと出会えない動物だったりとか、ラベンダー畑も忘れないぐらい綺麗だったし、感動が多かったね、すごく。なんか俺らの旅のタイミングと、やった行動と、なんか全てが良かったよね。全て良かった、全て良かった。あれはなんか良かったね。忘れられない旅っていう感じ。まだ見てない人はタスマニアの Vlog 概要欄に貼っておくので見てください。めちゃくちゃ良かった。ではメルボルンの方に移りたいと思います。メルボルンの一番美味しかった食べ物は何ですか？牡蠣です。いいですね。即答、これは即答オイスターはもうオーストラリア本当に美味しいから絶対食べてほしいです。生牡蠣でね。そう、生牡蠣で日本よりもずっと小ぶりだから、1ダースとか食べるの信じられないと思ってたけど、もうパク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 食べれちゃうぐらい美味しいので絶対食べてほしい。最初俺が1ダース食べるって言ったら引いてたもんね。引いてたでも食べてたよね。全然食べれる。ちなみにフィリップっていうお店のオイスターが僕ら大好きなので、そこおすすめだね。カウンター席に座ってください。そしたら半額で食べれます。来年にワーホリでメルボルンに行きます。おすすめのカフェやコーヒーのお店はありますか？たくさんありますその中でも1つ2つ3つぐらい好きなもの。3つ話すと、1つは絶対行ってほしいのはマーケットレーン、マーケットレーン、はい。インダストリービーンズ、メーカーがセントアリ入らないんだ。入る。3つ難しいよ。セントアリーも入れたい、ね、じゃあその4つぐらいかな。とりあえず行ってほしいのはまだまだあるけどね。まだまだある。正直ここに出てこないやつが醍醐味と思ってるからババブッダブラザーズとかね。そうだね。ブラザーズババブダンか。ブラザーズババブタン、ブラザーズババブタン。あとあれスモールバッチだ。スモールバッチだ。スモールバッチ、あそこも美味しい。それで言ったらあれじゃんね、一番有名なところパトリシアだ。パトリシアはもうメルボルンのコーヒーの元祖みたいなところなので、なんかね、そういうところは結構席が狭いんだけど、カフェの外とかでみんなでちょっとベンチ、本当に簡易的なベンチとかに座りながらおしゃべりするみたいな雰囲気がすごくいいので、メルボルンらしくて、そういうところもおすすめです。
メルボルンに新婚旅行するならどこに行く、何をするのがおすすめですか？イエーイ。メルボルンです。メルボルンですね。モーニントンとかいいんじゃない？うん。ちょっと2時間ぐらい車で行ったところにあるモーニントン半島っていうところがあって、ワイナリーとかペニンシュラ温泉とか、まあ新婚旅行でわざわざオーストラリアのスパ行かなくていいか。いやでも楽しいんじゃない？楽しいかな。うん。ちょっとリゾートみたいなところがあるので、そこにもし時間があれば1泊2日とかで行ってみるといいんじゃないかなと思います。まああとはベタだけどグレートオーシャンロードとかじゃない？グレートオーシャンロードも確かにグレートオーシャンロードだ。グレートオーシャンロードなんかスケールがちょっとでかいやん。でかいね。ああいうのも見てみてもいいよね。そうだね。楽しいと思う。あとご飯はエンブラとか、エンブラね。エンブラっていうネイバーフットワインじゃない？ネイバーフットワイン、そのどっちか。モダンオーストラリア料理っていうジャンルがあって、それが本当に美味しいので、ぜひオーストラリア行ったら食べてほしい。ちょっと高級感があるんだけど、もうせっかくの新婚旅行だったら行ってみてほしいなと思います。ワインを片手に。はい、はい、では旅のこと最後の質問です、フィンランドのおすすめホテルとレストランをぜひ教えてください。おすすめのホテルはあんまりないね、まあでもここしか泊まってない。まあ Vlog 見てほしいね。まず Vlog、はい、Vlog 見たら私たちが泊まったホテルがわかる。おすすめのレストランはカッペリっていうサーモンスープが美味しいところがあったので、そこに行ってみるのおすすめです。本当にサーモンスープが美味しくて、なんか2つ食べたんだけど、私たちはそっちの方が好きだったかな。もう一つの方はちょっと庶民感のあるというか家庭的なサーモンスープで、そのカッペリっていうところはすごいスパイスとかがいろいろ効いてたりとか、ちょっと複雑な味がたくさんして、モダンな感じだったね。そう感動しました。はい、ではあと2つ、2ジャンル、はい、質問です、はい、2人のこと、はい、2人のこと、はい、ケイスケさんの意外な一面はありますか？意外な一面、どんな風に見えてるのかしらって感じだけど、もしかしたらこう見えてるんだろうなっていうので言うと、やっぱ結構しっかりしてて、まあ、しっかりしてます。しっかりしてて頼りになるね。で面白いし、そうケイスケくんは基本的には手際が良くて、何でも要領よく手際よくこなすような感じなんだけど、意外と片付けが苦手片付けが苦手で物忘れをよくする、はい、物忘れっていうのはなんかどこに行ったっけってやつですね。そうで私がムキーってなることがちょこちょこあります。はい、はい、だよね。はい。それと関連していつも仲良さそうですが、ケイスケさんと喧嘩をすることはありますか？します。喧嘩します。1週間に1回ぐらい。1週間に1回ぐらいするね。でもね、私たちあんまり後に引きずるの嫌いなので、だいたい5分10分、一番長くて1時間ぐらいの喧嘩をして、あとは仲直りみたいな感じのちょっと血は喧嘩というか小競り合いみたいな喧嘩をたまにします。わっと喧嘩をしてわって仲直り。そうだね。言いたいこと言いまくって、はい、はい、終わり、はい、みたいな感じでやってます。馴れ初めを聞きたいです。馴れ初め、はい。私がケイスケくんと初めて会ったのは 5,6 年前ぐらいで、なんか朝活コミュニティみたいな朝活コミュニティに入って、そこで初めて会いました。でその時はすごく仲良かったっていうわけじゃないんだけど、共通の友達が何人かいたので、そこから定期的にみんなで遊んだりとかして仲良くなったっていう感じかな。はい、次2人のこと最後の質問です。はい、入籍おめでとうございます。ありがとうございます。はい、馴れ初めや好きなところ、どんな指を選んだか、記念日の過ごし方を知りたいです。細かい多い多い。馴れ初めは OK、オッケーオッケー。好きなところも別にいいでしょう。どんな指を選んだか。どんな指輪選んだか見せます見えるかな。指輪はシハラっていうブランドで購入しました。マットな指輪がいいなと思っていて、で少しデザインが入ってるといいのないかなっていう風に探してて見つけて、なんか私結構メジャーなブランドっていうよりはすごく自分で見つけてきたんだっていう感じのブランドの方が愛着持てそうなので、それもよくてこのシハラっていうブランドにしました。
で記念日の過ごし方を知りたいですも来てます一緒に、記念日の過ごし方、まあ、特に決まってないね。特に決まってないけど、私たち誕生日が1日違いっていうのがあるので、だいたい誕生日は2人で旅行に行って過ごすことが多いかな。今年はエアーズロックに旅行したり、その前は石垣島か宮古島に行ったね。宮古島行ったね。あれ誕生日だっけ？うん。あ、そっか。では最後のトピック、将来のことなんですけど、これも質問一つだけ。次の目標は何でしょうか？次の目標、一番分かりやすい目標で言うと、2025年はこの YouTube を5万人っていうのをちょっと目標にして頑張りたいなと思ってます。やっぱり今1万5,000人ぐらいフォローしてくれてる方がいて、 YouTube 登録者数が全てとは思わないんだけど、でもやっぱりたくさん見てもらえる動画っていうのがいい動画かなと思うので、たくさんの人に見てもらえるような動画作りを目指して頑張りたいなと思ってます。それがもう分かりやすい数の目標なんだけど、それもありつつ、でもなんか俺ららしさは失いたくないよね。それはもちろん失わず、そこはもう維持なの、自分の中では。なるほどね。そこは前提条件として守るところっていうか、こういう世界観は崩したくないっていうのはありつつも、その中で伸ばしていきたいって感じかな。うんうん、僕ららしさを失わず、私たちらしさを失わず、はいですね。で、来年ちょっとやってみたいなと思ってるのが、まだ見せたことないんですけど、なんかキャラクターを今ちょっと作っててそうちょっとねキャラクターを作ってます。なのでそれを商品化できるように頑張ってみたいなと2025年ちょっと思ってたりします。素晴らしい。できるのでしょうかって感じだけど、いや僕らは来年とっても忙しい年になりますそうなんだよね、はい、もうすでに決まってるところで言うと2月に僕らメルボルンに行くよね、もう一回。そう、もう一回メルボルンに行きたくて、旅行でメルボルン大好きなので、ちょっと夏のメルボルンをまた味わいたいなと思って2月にもう行くって飛行機も取りました。でその後、はい、4月4月にヨーロッパにね、ヨーロッパに1ヶ月長い友達がねオランダにいるので、その友達に会いに、そのついでに今溜まってるマイルとかを使って節約をしながらちょっとヨーロッパを回ってみたいね。そうです。でそれも決まってるので、それがありつつでライフイベント的なものもありつつ。そうだね、ライフイベントでいうと結婚式やろうかなと思ってるよね。秋とかにしようかなと思ってたりとか、あとは別荘を作るっていうのもある ね。那須に別荘を作るっていうのをちょっと動いてて、それもちょっと結構オンボロの今お家なので、それをこうリノベーションしてちょっと貸したりとかで自分たちも住めるみたいな感じで作りたいなと計画してて、それをやりたいっていう、もう今すでになんかこうねビッグプロジェクトみたいなのがある。4つぐらいビッグプロジェクトがあります、からできるのでしょうかと思いつつ、ちょっとやってみたいなっていう思ってるかな。キャラクターのやつとかね、かな。キャラクター作りたいね。キャラクター作りたい。ちなみに今考えてる主人公の名前は、バトルですいいねワトルくんね。バトルくん。ワトルくんも出来上がってんだよね、後ろではちょっとだけね、ちょっとある程度の骨格はできていて、そうまたそれ見せたいね、みんなにね。もうちょっとしたらなんか Vlog とかで公表するかもしれないですね。はい。それで、最初に報告した通り入籍して結婚することになりましたと。なので2025年は、そういう旅行がたくさんあったりとか、そういうキャラクター作りたいなとかあるので、やりたいことたくさんやって、行きたいところはたくさん行って、まだまだ行動の年にしたいなと思ってます素晴らしい元気に動き回りたいなと思ってます、はい、2025年は。はい、元気に動き回りましょうかな。ではそんなもんですかね。そうだね。はい、というわけで Q&A してみましたが、いかがでしたでしょうか。この動画を出す頃は12月31日の夜ぐらい、夕方ぐらいだと思うので、もうあと数時間で2024年も終わり。今年もたくさん動画を見ていただいてありがとうございました。
また2025年も引き続き変わらず動画を出し続けていくので、2025年も引き続きよろしくお願いします。では皆さん、良いお正月をお過ごしください。良いお年を。はい、OK 終わりです。